どうもオーナーです。私はですね、今東京浜松町に来てるわけですけども、今回はねちょっと面白いところといいますか、人生に泊まったことないようなねホテルに泊まろうと思ってますよ。とりあえずは今からタクシーでそこのホテルに向かいたいと思います。私がねいつも海外で愛用してる Uber なんですけど、なんと日本でも使うことができるんですよね。ただ日本と海外とは大きく違ってね、日本は残念ながら僕がよく使ってる安くてお得なのかな、お得ですねの白タクはないんですよね。普通のちょっといいタクシーみたいな感じのやつが走ってます。なんで普通に値段はね日本のタクシーぐらいするんですけども、ちょっとこれで今回ねせっかくなので使ってみようかなというふうに思っております。はい、じゃあホテルに来ました。それで詳しくはちょっと部屋の中に入ってからいろいろ話そうかと思ってるんですけど、今ねリッツ・カールトン東京に来ております。いやー、人生リッツ・カールトン泊まるの初めてですしね、なんなら日本で5つ星のホテルね、日本ってホテル高いですからね、まさか泊まる日が来るとは、ね、思ってなかったんですけども、その中でもね超高級のザ・リッツ・カールトン東京にね今来ております。それ今クラブラウンジというね、ラウンジに来てるわけですけども、ここでねチェックインして部屋の中に入るということなんですけど、今ちょうどアフタヌーンティーの時間になりますので、アフタヌーンティーいただいてからチェックインねしようかと思っております。とりあえずはおしぼり、いやいいっすね、めっちゃいい匂いする。でこれがなんかスイカの麦茶みたいな感じで、ね、言ってて、これ以外飲み物いりますかみたいなこと言われたんで、いや大丈夫ですって言ったら、めっちゃね量が少なくてねこれぐらいしか入ってないっていう、それほどいいものなんでしょう。スイカの麦茶ってすごいですよね。でも確かに匂いはスイカで、飲んだら麦茶みたいな。リッツ・カールトンって海外系のやつなんですけどね、さすが日本ということで和服の人が、アテンドしてくれたりとかしますね。アフタヌーンティーということでドドドンとすごくないですか。これがラウンジアクセスできる部屋に予約するといただけると、無料で、もうこんな感じで、名前は何て言うんですかね、リッツ・カールトンくんですかね、わかんないですけども、こちらをね今から六本木ヒルズなのか、あそこちょっと今日はね雲でなんか富士山とかなんか見れるとかなんとかなんですけど、多分今日の天気じゃ見れないとは思いますですけども、東京を眺めながらね、これいただきたいと思います。昼は普通に讃岐うどんをね浜松町駅で地下で食べたわけですけども、しかも大盛り無料だったんだよ、大盛りを。それがねまさかアフタヌーンティーでリッツ・カールトンでね食べるなんて、多分胃もびっくりしてると思います。というわけでここで食べながら、また部屋入ったら、先ほどから何とも言ってる通り、部屋入ったらちゃんとね改めていろいろご説明しようかなというふうに思います。いや自分自身もちょっとびっくりです。今から部屋に入るわけですけども、今回の案内された部屋に関しては5304というね、53階って言います。先ほどねクラブフロアとクラブラウンジと同じフロアにありまして、クラブルームっていう部屋ですかね、今回そこを予約したのでそこの部屋になりましたと。それでこんな感じでクラブラウンジという感じでね、これで先ほどのねラウンジ入ったりしたり、身分証みたいですね、このホテルの。早速なんですけど、これがキーになりますので中に入りたいと思います。では中に入ってやらね、こんな感じの今回ね部屋になりました。それでこちらの部屋なんですけども、残念ながらね私、できれば皆さんと一緒に初見で動画撮りながら見たかったんですけども、いいホテルといいますか、ラウンジ出るときに案内しますみたいな、もう
案内しますかじゃなくて案内しますって感じでね案内してくれまして、もうちょっとこの部屋についてはある程度はもう見ちゃったみたいな感じで、先日までマルタ島でウエスティンホテルとかね、あとルメリディアンとかね泊まったりしたんですが、そこはね案内しますかだったんですよ。それがもうリッツ・カールトンも東京になるとね案内しますってもう拒否権がないみたいな、そんな感じで、それほどサービスがいいってことですよね。いやさすが。それでこんな感じで水もリッツ・カールトンどこで撮ってんのかなみたいな感じで思うんですけども、サウフビバレー山梨県の水ですね。それでそう水よりもやっぱり部屋ですよね。どんな感じなのかっていうのがね、はい、こんなお部屋になります。いかがでしょうか。いやーね、でもめちゃめちゃでかいっすよね。ここね、場所、知らない人も多いと思うんですけど、六本木にね、東京のリッツ・カールトンはあります。それ赤坂とかかな。僕もそんなに六本木とかね、そんな詳しくないんで、あれなんですけども、赤坂とか六本木とかそういった東京都港区にあります。それでウーバー乗った時にもね、思ったんですけど、すごい小道に入ってるんで、脇に入ってる。なんか、六本木駅から徒歩5分か、確かそれぐらいだと思うんですけどもね、なんかちょっと裏側の方にあって、今まで僕が、だから東京住んできた中で、リッツ・カールトンなんて見たこともなかったんですけども、こんなところにあったんですね。いやー、テレビもね、めちゃめちゃでかい。でかいとしか言いようがない。それで、やっぱり眺めですよね。ちょっとね、今日はかなりもう、雨と言いますか曇りと言いますか、大阪はねもっと大荒れでそこから来たわけですけども、今日もっと晴れてたらなんかスカイツリーが見えるって言ったんで、ちょっと明日ね見えたらラッキーだなみたいな感じで思うんですけど、多分でも週末ずっとなんか雨みたいな話だったんで、こんな感じとなっています今はね。それでも全然眺めがいいみたいな感じとなってます。はい。じゃあちょっとね今から細々としたものをね皆さんと一緒に見ていきたいと思うんですけども、こんな風にちっちゃいなんかソファーみたいなのが、ね、ありまして、ここに座ってなんかいろいろねゆっくりとかできたりしそうで、こんな感じでティーポットもあったり、中は空ですね。はい。ブランドはウェッジウッドイングランドって書いてますね。皆さんご存知ですか？有名なところなんですかね。ちょっとわかんないんですけども、それでベッド、妻と今回ね泊まるのでこんな風なやつとなっております。お手紙とチョコレートも、これ全員に置いてるかわかんないけど、一応私このリッツ・カールトンとかマリオットとか SPG とかそのグループが、今一つになってるんですけど、それのプラチナって一番上のクラスになるんで、こういったものがもしかしたらそれで置いていただくかもしれないです。それともここのクラブフロアに泊まってた人全員に配ってるかもしれないです。ちょっとわかんないですけどもね。電気もキノコみたいなやつですごい。リッツ・カールトン製だ。これもすごいですね。もうリッツ・カールトンになるとリッツ・カールトンブランドが結構おっとありますね。でここはね残念ながらねコネクティング多分フロアだと思うんですよ。壁がね結構薄かったりして、横にお客さんがいるとめっちゃ声が聞こえたりするんですけども、ここはねなんかでもすごいしっかりしてて、中にもう一枚壁があるのかな。なんで全然気にはならなさそうな感じがしますね。なんかこういったところもなんかおしゃれな、なんかちょっと和風なね、やっぱり外国人も多いんですよこのホテル。日本語こんにちはハローとか感じでね、みんなそういう風に、スタッフの方はほとんど日本人なんですけども、英語もかなり使われてて、僕は普通に日本人で日本語で対応していただきたいんですけども、やっぱり外国のお客さんが多いということもあって、もうそこら辺で英語が聞こえるような感じとなっております。でコーヒーマシンもこんな感じだって、カプセルもねコーヒーのあったりしますと。ポットはデロンギですね。それでお風呂ですね。はい、こんな感じとなって、こっちのお風呂のテレビはちょっと古いかな。もうちょっと新しいのなんか置いた方がいいかもしれないですね。こんな感じでバスタオルもなんかめっちゃ置いてますし、鏡がとにかくねこんな感じで、自分が6人ぐらい今見えますけどもねねすごいですね。なんで2つあるんだみたいな、これねこんな感じでなんであるんだみたいな作りになってて、バスタブをシャワーも2つあると思ったら、1つはトイレね、ウォシュレットもちゃんとありますと。それでもう1つがウェット、これねシャワールームということで、こんな感じとなっておりますね。アメニティなんですけども、こんな感じになっておりまして、ここリッツ・カールトン東京に関してはアスプレイロンドンっていうねところのブランドになります。皆さんご存知ですかね。ちょっと私も知らなくて、妻に聞いたところ妻も知らないということで、こんな感じの、日本語が書かれてるね。だからリッツ・カールトンになんか作ってるところですかね。リッツ・カールトンは結構こんなねたわしじゃないヘチマのたわしなのかな。でも
そうこれね、これゴシゴシするやつ、はい、これがリッツ・カールトンのロゴが入ってたりとか、かなり自社ブランドにこだわってるようで、ちょっと正直でもね、妻に聞いたところ、もっと有名ななんかねブランドだったらこう良かったなみたいな感じで、正直ねそんな風なちょっと辛口コメントは言っておりました。もしかしたらいいとこかもしれないんですけどもね、過去にはなんかこうロキシタンとかね、ロキシタンがでもいいブランドですよね。なんかそういったところの方がなんかいいのかみたいな感じで思ったりとかします。はい、それでここにねひげ剃りとかね、そういったものは逆にないのかなみたいな感じで思ったんですけども、引き出し開けたらなんとね式いろいろ出てきまして、ここら辺がだから歯ブラシとかになるんでしょうね。こんなシェービングのやつ、スプレー、これ初めて見ましたね。あとはモンダミン、リステリン、リステリンとかモンダミンとかそんなやつにもちゃんとねこんな風なものがあって、これもなかなか見ない、はい、こんな風なアメニティになっております。ここに1泊だけなんですけど、もちろんねいいホテルなんで連泊はちょっとねきついです。今回に関してはポイントで予約しました。というわけでここリッツ・カールトン東京をね存分にいろいろ紹介させていただきたいなっていうふうに思ってるんで、ぜひともね他にもなんか行ってほしいホテルとかねご要望があるのであれば、国内外問わずできる限りは泊まっていきたいなみたいな感じで思ってるので、ここはそういった意味ではもう絶対自分だったらね泊まらないですけども、普通だったらポイントなんでかなりお得に泊まれてるんですけども、一泊普通に予約したらここのリッツ・カールトン東京のクラブフロアに関しては10万円近くすると思います。いやでもね、どうせなら普段皆さん見に行ってる人もいるかもしれないですけどもね、当たり前のように行かないようなところにね潜入してみたいなって感じで、ちょっと今回泊まらせていただきました。パソコンとかいろいろ部屋でこもってやっていたらもう夕方6時47分ということで、今の時間ねラウンジで食事じゃないですけども、軽食みたいな感じで、それをね晩ご飯として使うのもちょっとマナー違反かもしれないですけど、ちょっとねそこにあんまりお腹も空いてないんで行ってみたいと思います。その後にもまたなんか夜にはお酒と、デザートタイムということでね、私はお酒飲まないんですけども、デザートはねがっつり食べれるんで、アフタヌーンティーでちょっと満足したのもあるんですけども、せっかくなんでリッツ・カールトンですからね、ちょっと体験させていただこうかなみたいな感じで、先ほどラウンジいたんですけどもね、ちょっと恥ずかしいんですけども、多分でもねなかなかないチャンスなんで生かしていただこうかなというふうに思っております。というわけで今からまた同じフロアのあるラウンジに行って、その後にでも行けたらジムにでもちょっとね走って、体重絶対太ってるんでね行きましょうか。はい、というわけで今からラウンジ行ってきます。ありますので、お酒好きの方にもいいですね。食事といいますか、軽食なんですけども結構ありました。ちょっとねちぐはぐで申し訳ないですけども、味噌汁とサラダとシューマイ、あとは軽いしゃぶしゃぶみたいなね作ってくれるのもあって、結構思った以上にここでなんか食事代わりにね使われてる人が多かったです。あとワインとかね飲んでる人とかもいらっしゃるんですけども、私は炭酸水ということでこれをねちょっといただきたいと思います。いやこれね音楽ね生で演奏してくれてる方がいますからね、すごいっすよね。うまいうまい。シューマイというわけで食事をいただいております。今8時なんですけども、8時からデザートタイムということでね、ちょっとそれも一緒にいただく感じで、マカロンとケーキとあとチョコレートみたいな感じで取ったんですけども、ちょっと取るの失敗しちゃって割れちゃったり倒れたりしたんですけど、これね美味しそうなんでいただきたいと思います。というわけでね、というわけでと言いますか、ラウンジから多分帰ってきて、それでまたゆっくりしててって感じで、お風呂も入ってバスタブにねもちろん使ってね、はい、こんな感じでバスガウン着て、ここにもねリッツ・カールトンのロゴがあるわけで、後ろにはね
ちょっと曇ってね見えないんですけど、六本木ね眺めれるということで、なんかこうね、自分がなんて言いますか、こう上の社会にいるようななんか感覚に陥りますけども、まあ別にもうこの魔法は明日解けるんですけども、まあチェックイン午後2時3時ぐらいにして、夕方ぐらいにね一回掃除とかなんかやりますかみたいな感じで一回来たりしてね、まあ、そういったところもねリッツ・カールトンすごいなっていうふうに思うんですけど、今もう夜1時日付変わってね、なんでちょっと早く寝たいと思います。またそれでは明日。はい、それではおやすみなさい。ほう、おはようございます。めちゃめちゃよく寝れました。なんか夢も見て、なんかすごい深く眠った気がします。それほどいいベッドだったんでしょうか。それで今9時でございましてね、9時にモーニングコールをお願いしました。まあモーニングコールはね、今の時代やるかって話なんですけども、まあモーニングコールのサービスもあるということだったんで、ちょっとねやってみました。僕自身初めて使ったかもしれないです。結構ねホテルとかで海外とかありますけどもね、今はもうでもスマホでできますからね、時間ね設定してね、ですけどもあえてこの時代にやってみました。それでラウンジにアクセスできる人だと、モーニングコールした時にコーヒーをね無料でいただけるということでね、どういったものやってみるのも気になった。それでやってみました。それでまあ実際にどういったのかって言いますと、直接こうノックされてね、誰か来るのかと思ったら、こうフロントが電話出ておはようございますみたいな、今日も良い一日をっていうのから、それからドアの前にコーヒー置いときましたので、ぜひともねお召し上がってくださいみたいな感じで開けてみるとコーヒーがありましたと。すごいですよね。こういったリッツ・カールトンシュガーですね。それであとは新聞、新聞のサービスもありまして、僕昨日断ったんですけどね、新聞読まないんで大丈夫ですって言ったらね、でもそれでも置いてありまして、朝日新聞がねありました。リッツ・カールトンなんですけども、朝食はね SPG のプラチナであってもつかないですね。 SPG とかマリオットとかだとね、もう SPG プラチナだといただけるんですけども、リッツ・カールトンに関してはいただけないんですよ。ただ、今回はクラブフロアを予約したのでラウンジでいただくことができます。だから今回クラブフロア以外のところを予約したら食べれなかったんですね。 SPG プラチナなんですけどもね。というわけで、今からね、そのせっかくなんでラウンジでまたコーヒー飲んでからいただきたいなっていうふうに思うんですけども、今日はこんな感じでね、まさか晴れて、もうね絶対晴れないと思ってたんですけどもね、よかったです。それで昨日言っていたねスカイツリーもねちゃんとここから見ることができます。いやよかったですね。うまい。モーニングコールもでもやってみるとなかなかいいかもしれないですね。iPhone のやつだけじゃなくて、だから今でも好きでやってる人とかもいるんでしょうね。朝食を食べに来ました。結構別にリッツ・カールトンだからシンプルなんて言いますか、すごいっていうことはなくて、正直言えば海外のウエスティンとかマリオットとかそういったところの方がメニューはラウンジの中でもこう用意されてるのが多いですね。でもやっぱラウンジは食事が少ない、でもあるだけありがたいみたいな感じで、今日は特に晴れてね景色もとてもいいので、昨日はずっと曇りと雨でまさかこんな一泊だけだったんですけど、でもオムレツ作ってくれるシェフの方がいたりとか、サービス面は最高です。はい、ではここでいただきたいと思います。それではね、食事も食べ終えたのでちょっと今更ながらホテル探検したいと思います。やっぱりそれで53階一番上でしたね。それでこっちはまずはとりあえず45階までメインロビーに行って、またその1階に来たければ別のところに移動してまた乗るみたいな感じになります。
リッツ・カールトンの外に出てきたわけですけども、今、東京ミッドタウンってショッピングモールですね。私東京ミッドタウンっててっきりなんか特別なエリアのことを言うのと思ってたらショッピングモールのことだったんですね。その中にリッツ・カールトンがね東京があるというわけで、こんなね外出るとショッピングモールもあるというわけでして、リッツ・カールトン高いんでね部屋にできるだけいたいっていうのもありますし、逆にねこんだけショッピングモールがあるところであれば出ないってもったいない、どっちもねあるみたいな感じでございます。それでお客さんに関してはリッツ・カールトンの上のフロアの方で部屋があるみたいだから、リッツ・カールトン泊まるときに2階3階とかそういった部屋はないんですよね。全部もう40階とかそういったね高いところにリッツ・カールトンがあるというわけです。車の受付とかはね一番下の1階にはあるんですけども、そこから上がって案内されるみたいな感じになるんです。はい、っていうのを今ね知りました。プールとフィットネス行ってきたんですよね。それでちょっとそこはね撮ってないんですけども、ここ泊まってるお客さんであれば誰でも無料で使うことができるんで、ぜひともねリッツ・カールトン東京来るときは運動靴とあと水着とかねそういったの持ってきた方がいいかもしれないです。結構ね大変なんですけどね、そのために持ってくるのでも僕は最近いいホテル泊まるときは必ず持っていくようにしてます。それでプラチナ会員だとね3000円ぐらい払えばお風呂に入れるサウナとかねそういった施設もちっちゃいところがあって、そこは普通だと1人3000円かかるんですけども、なんちゃらエクスペリエンスっていう名前なんですけども、そこはプラチナ会員だと無料で使えるということなんで、僕もちょっと使わせていただいてなかなか良かったです。ちょっと今日は僕は昼ぐらいにここのリッツ・カールトン東京出ないといけないんですけども、あとちょっと1時2時間ぐらいの滞在なんですけども、もうね朝食食べてなかなかねゆっくりするって言ってもいろいろあるんで、もう一泊じゃ絶対無理ですね。ここのホテルを全て楽しむっていうのはね、ホテルの部屋もそうですしラウンジ、あとは他のフロアとかねフィットネスとか、あと何よりこのね六本木というね街を楽しむっていうことも一泊だと絶対無理ですなんですけども、ちょっとね無理やり私の場合そんな一泊しか泊まることしかできないんで、いろいろ回ってもうここでゆっくりしようかなみたいな。本当にねチョコレートね、こちらリッツ・カールトンショップみたいなところがあってね、そこで見てみるとなんとこのチョコレート1個300円ぐらいでね売ってたんです。だから7個あると考えたら2100円ってことなんで、食べようかなっていうふうに迷って食べる予定だったんですけども2100円かみたいな感じでね、これが2100円のチョコレートでございます。うまい。ちなみになんですけど、リッツ・カールトンのねルームサービス的なやつを見てるんですけども、朝食を仮に頼もうとすると2950円コンチネンタルブレックファーストということでね、それがいただきます。思ったよりは良心的な価格。ここからね18% のサービス料とか税金とかがねかかるということらしいんですけども、思ったよりも正直そんな非現実的な価格じゃないかなみたいな感じで思っております。それ例えばね日本食ということで握り寿司8貫と細巻き1本と味噌汁がついて9000円とかね、ここら辺はちょっとかなりお高くなりますね。あとはケーキは2000円とかそれぐらいの値段でなります。コーヒーはありましたね。2杯だと1500円とかか。意外とでもこういったのも頼んでみると面白いかもしれないですね。私は今回ちょっと遠慮しておきますけど、今2時50分でございます。それでこれからね私チェックアウトして青山で友人の結婚式は今回それでここに東京に来たんですよね。はい、それでリッツ・カールトン泊まったみたいな感じでチェックアウトします。いやもう本当にねラウンジもたくさん行かしていただきましたし、とても満足する滞在でございました。パクね10万円近くするわけですからね。レイトチェックアウトがプラチナ会員だと4時まで。それで今もね厳密に言えば今7月7なんで七夕ですね。なんでまだマリオットのゴールドでも4時までチェックアウトできるんですけど、それが残念ながらねゴールドだと8月以降は午後2時までになっちゃいます。ただね結構やっぱりねでかくて、特に1泊とかね滞在する場合だと、ちょっとアーリーチェックインして、それで4時まで2時までとかね入れるのはこれはかなりでかいですね。普通だと12時、これも結構日本の中ではかなり遅い方ですね。日本のビジネスホテルとかでね10時とかそんなところもありますからね。というわけですごい満喫するリッツ・カールトンの滞在でした。皆さんもねぜひとも、なかなか普段泊まってる僕は言うのもなんなんですけどもね、泊まれないところであったとは思うんですけども、特別な日とかね奥さんとの結婚記念日とかに泊まってみるといいかもしれないです。ラウンジとか見てるとね意外ともちろんすごいお金持ちそうな人たちもいるんですけども、見た感じ、僕よりは全然上ですけども普通な
なんかそこら辺街で歩いてるカップルみたいだなみたいな感じの、そういった人たちもいたんで、決して普通の人だと入りづらいとかそんな雰囲気はないので、ただちょっといい服装とかはねした方がいいとは思うんですけどもね。あとね、大阪にもリッツ・カールトン、あと京都とか沖縄とかかな、日本国内だとあるんですけど、大阪のリッツ・カールトンはね、私泊まったことはないんですけど、ちょっとロビーとか見た感じだとかなりね、あそこに関しては歴史がある建物ですごいね、正直東京よりも雰囲気あります。こう格式高いね。ちょっといつかね、大阪のリッツ・カールトンも、私大阪住んでるんですけども、泊まってねレポートはさせていただきたいなっていうふうに思うんですけども、別にコーヒー飲むだけでも2500円2000円ぐらいで確か飲めたはずなんで、それでも十分にね楽しめることができるんで、そこもねいつか大阪のリッツ・カールトンね泊まってみたいですね。あとね、海外とかも、あと京都とかもね、いろいろ泊まってみたいです。ちょっとこれに関しては頑張って泊まれるようにするんで、ぜひともねコメントをいただければと思います。この動画面白かった、役に立ったという人はぜひとも高評価、チャンネル登録お願いします。また Twitter、Instagram、ブログでやってますので、フォローとチェックしていただければ非常に嬉しいです。こんな感じで今回の動画終わりたいと思います。それでは。